スリープフリークス講師の大鶴です。前回に引き続いてですね、ウィルツ社のエレクトリシティ、こちらの使い方講座第2回ということでお送りしていきたいと思います。まずはエレクトリシティの中でのギターの音作りですね。音作りをするときはもう一度エレクトリシティの画面を開いて、今度エフェクツのタブをクリックをします。そうするとこういうコンパクトエフェクターのようなものとアンプの画像の画面が出てくるんですけれども、この一番左にあるのがマルチ FX でモジュレーション系とかリバーブとかディレイがかけられるものですね。真ん中にあるのがこれスクリーマーディストーションですね。でこれがアンプなんですけれども、それぞれにオンオフスイッチがついてます。こことこことここですね。でドライブとアンプは今オンになってるんですけれども、こちらのエフェクターはオフになってる状態ですね。もうちょっと歪みを足したいのでこのスクリーマーをオンにしましょう。そしてだいぶ歪みが足されましたね。他にもいろんなつまみがあって、ほぼ他のアンプシミュレーターとかエフェクターとかと作りは一緒なんですけれども、注意点があるとしたら、まずここにアンプのモデルとかを選ぶところがありますね。マイクとかあと部屋なりとかっていうのはここで選んでいきます。それからこのアンプっていう書いてあるとこクリックすると EQ が選べるんですね。で EQ を選択するとこの3バンドでそれぞれフリクエンシー、Q、ゲインを設定できる EQ を調整することができます。これも左下にスイッチがついていて、これをオンにしないと効いてきませんので注意をしてください。はい、いろいろいじってこんな設定にしてみました。 EQ なんかはこんな感じですね。はい、これで音聞いてみましょう。こんな感じなんですけれども、音が決まったらですね、これまた一つエレクトリシティの特徴的な機能があるんですけども、ヒューマナイズというものをうまく使ってですね、左右に分散するダブルトラッキングをやってみたいと思います。やり方は簡単で、この決まった設定を一旦保存します。コンタクトの上のメニューのファイルズからSave as インストゥルメントを選んでいきます。そしてここで上書きをしたくない場合は名前を変えてください。ここで保存しますと、左のライブラリーの方、このインストゥルメンツを改めて開くと、先ほど保存した名前のものがあります。この状態で新しく立ち上げた方のミディチャンネルが今2になっていると思いますので、これを元々のものと同じ1に変更します。そして左右に振り分けます。上のものは左、下は右に振り分けてみましょう。その上でですね、確実なダブルトラッキングをやるためには、セッティングのヒューマナイズという項目があるんですけれども、こちらを表示していただいて、その一番上のユースギター1って書いてあるもの、これを片方だけつまみ回してギター2にしてください。はい、これで聞いてみると、はい、このように一つのミディトラックで同時に全く音作りが同じのエレクトリシティを鳴らしてもきちんと左右に分離して聞こえるという便利なヒューマナイズという機能がございますので、こちらも活用してみてください。はい、それではこのサンプルのオケの続きのところにですね、ちょっとリズムを変えたパターンを入れてますので、こちらでストラムの打ち込みをしていきたいと思います。まずは一度聞いてみてください。はい、これにストラムのギターを打ち込んでいくわけですけれども、今回はパワーコードではなくてフルのコードを使っていきましょう。最初のコードが Em7 ですので、味噌汁ですね。で次はクイですね。クイで G が入りますので、こんな感じですね。次が C。続いてクイで A7 なので、はい、こんな感じですね。確認してみましょう。はい、
これにストラムのリズムをつけていくわけですけれども、前回の動画で解説しましたように、ストラムダウンの場合は F5、ストラムアップの場合は F シャープ5、こちらを中心に使ってリズムを組んでいきます。で、ダウンとアップをどう使い分けていくかなんですけれども、このくらいのテンポ表紙の曲でしたら8分単位で、表から入るストラムはダウン、裏から入るものはアップを使っていくと、基本的にはそういう考え方でいいと思います。ただですね、ダウンとアップをただひたすら繰り返すリズムだとちょっとかっこ悪いので、今回はオケに合わせたリズムでタンタ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 ンタタと、こういったリズムをストラムで表現をしていきたいと思います。もちろん頭はダウンなので、まず不転四分入れます。それからチャチャンとこう返すところなのでアップ、それからダウンですね。はい、続いて普通にダウンでいくところなんですけれども、ここちょうどクイでコードチェンジのタイミングなので、ここはその雰囲気出すためにハーフミュートを使ってみましょう。ハーフミュートのダウンは G の5ですね。はい、そしてアップ。次の小節の頭はですね、チャカチャカのブラッシングを入れてみましょう。ブラッシングのダウンは D の6。そして開始のアップですね。それから次はタンタンとこう4分ずついきますので、ダウンダウンですね。最後は8分でチャラッとこう返しますので、ダウンアップなんですけれども、ここもコードチェンジのタイミングなので、アップはハーフミュートのアップを使ってみましょう。ハーフミュートのアップは G シャープですね。はい、こんな感じです。で、このリズム、基本的にこれ繰り返しになりますので、あとはこれをコピーしてしまいましょう。それでは確認してみましょう。はい、こんな感じでかっこいいリズム組めたんですけれども、一つだけ注意点があります。このようにブラッシングを使っていきたい場合、その場合ギターのコードの押さえ方がですね、バレーコードと呼ばれる押さえ方になります。ローコードではなくバレーコードを指定する場合は、その通りのボイシングを打ち込む必要があります。ボイシングを直したものがこちらになります。最初の Em7 はローコードのままで OK で、次の G ですね、ここからブラッシング入りますので、バレーコードのボイシングははい、こんな感じ。続いて C もですね、コードの移動の関係上バレーコードにしておいた方がいいです。最後に A7 ス。このように全ての弦を打ち込んでおくことによってバレーコードを指定することができますので、この点も覚えておいてください。ここまで見てきたようにストラムダウンやアップ、それからハーフミュートで、場合によってはブラッシングを入れてみたりで、ブラッシング入れる場合はボイシングですとかコードのポジション、そういったところにも気を使いながら打ち込んでいくと、かなりリアルなギターの演奏を再現することができます。ぜひトライしてみてください。はい、それでは最後にこのエレクトリシティの中のエフェクター、それからアンプ、EQ すべてオフ、つまり DI と同じ状態にして外部のアンプシミュレーターを通して仕上げた全体を聴いてみてください。はい、このようにですね、最初はなかなかとっつきにくそうに見えるエレクトリシティなんですけれども、バッキングやストラムといった基本的な要素、でも曲の中ではたくさん使われる要素ですから、こういったところから覚えていっていただけると徐々に慣れて使いこなせるようになっていくのではないでしょうか。このシリーズはこれからも続けていきたいと思っています。スリープフリークス講師の大鶴がお送りしました。ありがとうございました。